こんにちは、ジーリプトです。5月9日木曜日、本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。チャンネル登録者数は続伸しております。ありがとうございます。このチャンネルの通常動画は1週間限定の一般公開、その後はメンバーシップでのみ閲覧可能という仕様になっております。ただ公開されてから1週間であれば誰でも見れる状態になってますんで、メンバーシップ以外の方はチャンネル登録とベル通知などをして楽しんでください。で、メンバーシップの方は引き続きメンバーシップ限定動画、通常動画ともに楽しめるようになってますんで、こちらもご登録いただけるとありがたいです。で、あと字幕設定もしてありますので、いまいち聞き取れないとか、文字が後が分かりやすいという方はこちらもご利用してみてください。まずビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス0.11億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはビットワイズの BITB がプラス0.11億ドル、他がゼロとなっております。ついにフローが出なくなりましたね。先日からね、各社の報告でゼロが目立ってきたと、これってありなのみたいな話をしてたんですけど、報告ではゼロとのことですね。一方、昨日の香港の現物 ETF のフローでは、ビットコインの現物 ETF が全体でプラス630万ドル、イーサの現物 ETF が全体でマイナス190万ドルを記録しています。ボセラのスポットビットコイン ETF がプラス620万ドル、チャイナアセットマネジメントがプラス10万ドル、イーサは各社純流出を記録してますね。香港の現物 ETF はですね、最近ウィンターミュートが流動性を提供すると発表して話題になってましたけども、それを虚しくビビた流入となってますね。あと市場に影響あるその他の動きでは、米国の下院の方で SEC の暗号会計政策を削除する法案が可決されたんですが、バイデン大統領がですね、その法案が仮に上院を通って大統領の決定まで上ってきたとしても拒否すると声明を出したことが話題になっています。個人的にはこれが下げ要因の一つとなったんじゃないかなと思いますね。この SEC の暗号会計政策というのはですね、銀行が仮想通貨を保持したとしても、貸借対照表には負債で記載しなければならないというルールで、これが銀行が仮想通貨に参入できない一つの要因とされてました。ただ今回ですね、その SEC の暗号会計政策を削除する法案が下院で可決して、ひょっとしたら仮想通貨また盛り上がるんじゃないかと思われたんですが、バイデン大統領側からですね、これは承認しませんよと、早速声明が出されて、承認運動のだいぶ前の段階で釘を刺されたという展開ですね。で、これね、米国の企業の会計ルールと、この銀行の会計ルールがね、ごっちゃになってて分かりづらいんですけど、で、私の今の理解ではですね、現状の米国の企業の会計ルールは、仮想通貨を負債で計上する古いルールと、仮想通貨を自家評価で資産計上できる新しいルールが企業側が選べる。ただ銀行はこの SEC の負債で計上するルールしか選べない。そんな感じになってるんじゃないかなと。これもね、ちょっと専門家に話を聞きたいですね。で、バイデン大統領は今回の件に関してですね、SAB121 は消費者に多大な損失をもたらした実証済みの技術的、法的、規制上のリスクに対応して発令されたものだと、これに関する SEC の取り組みを混乱させることに強く反対すると声明を出しています。バイデン大統領はね、これまで選挙に向けて、私は決してビットコインを批判してませんよと、目を赤く光らせたり、仮想通貨支持者の票も集めるためにいろいろアピールしてましたけど、今回の件ではっきりとやっぱり SEC 側なんだなと、反仮想通貨派であることが分かったんじゃないかなと思いましたね。で、これに対してトランプはですね、バイデンを批判してまして、あいつは何も分かってないと、暗号通貨に賛成するなら私に投票した方がいいですと、演説で語って話題になってますね。で、またこのタイミングでトランプ NFT 保有者と会食を実施するという報道も出てます。このあたりはずっと前から言われてた通りですね。バイデンが勝つと仮想通貨また厳しくなる。トランプが勝つと仮想通貨がまた盛り上がる可能性があると。この展開はね、変わらないんじゃないかなと思います。仮想通貨市場を大きく左右するであろう米国の動向にも引き続き注目ですね。ビットコインの価格は現在61,500ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、特に大きな影響はなかったように見えますが、要人発言ではですね、ECB 理事のオーストリア中銀総裁のホルツマンが、早期に利下げする必要はないと高派な発言をしたこと、また日本の神田財務官が為替介入はいつでもやる用意があると声明を出したことなどが話題になってますね。米国債金利が 4.50 を推移しておりまして、ナスダックが 18,080 ドル、S&P500 が 5,187 ドル、ダウ平均が 39,050 ドル、金ゴールドが 2,309 ドル、日経平均が 38,380 円、ドル円が 155.5 円となっております。個別株の方ではロビンフッドが第一四半期の決算を報告して、売上高、利益、取引量ともに前年比を上回る好結果を発表してるんですが、仮想通貨市場全体の下落と、先日の SEC からのウェルズ通知などもあって、株価にはそれほど影響してないように見えますね。他ではマイナーのコアサイエンティフィックが
純利益2.1億ドルを報告してまして、前年のマイナスから V 字回復して株価にも若干反映されています。ビットコインの先物の方では、OI が全体でマイナス 1.5%、額としては282億ドル相当と減少傾向にあります。比率としては全体ではショートが 52.6%、バイナス目はロングが 65.6% と全体では下寄りになってますね。今後の指標としては、本日5月9日に中銀政策金利、5月10日に GDP、メキシコの中銀政策金利、5月11日に中国の生産者、消費者物価指数などが控えております。市場全体で見たら落ち着いてきてはいますが、仮想通貨市場単体で見るとですね、先日からの SEC の動きに、さらに現役の大統領まで加担するという、厳しい展開になっています。ETF の流入も力がなくてですね、上がる要因を探す方が大変な状況なのかなと思いますね。チャートだけ見たら6万2000の攻防を割ってですね、6万ドルの攻防に向かっていますが、このままプラス要因がないと、6万を割ってもおかしくないのかなと思いますね。短期では下は6万ドルで耐えられるかどうか、上は再度6万4000の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。先日取引手数料の低下からイーサのバーン枚数が激減しててですね、デフレが弱くなっているという話題を取り上げましたけど、最近の供給量の増加からついにインフレ率がプラスに転じています。現在の状況ではですね、再びデフレになる可能性はかなり低いとされています。イーサを推しているコインベースなどの投稿ではですね、まだまだインフレ率は低いと、前向きな声明を出してますけども、デフレがインフレになってますから、オンチェーン上でも厳しい展開となってますね。あとはビタリックがアカウント抽象化の EIP3074 の代替案として EIP7702 を提案したのも話題になっています。で、この EIP7702 はですね、通常のイーサリアムアドレスがトランザクション実行中に一時的にスマートコントラクトウォレットとして機能して、で、その後また通常の状態に戻る機能だと、また4337の互換性の向上と、量子体制が追加されていることから、従来提案されていた EIP3074 の上位互換案として提案されているんですけども、X 上の様々な投稿を見るとですね、ビタリックはこの提案をわずか22分で書き上げていると、今までの議論は何だったんだと、結局ね、イーサはこの男次第じゃないかと、イーサコミュニティ内でまた批判が出てます。ユーザーとしてはイーサがただ良くなってくれればいいだけの話なんですけど、ビタリックとね、コミュニティは未だ対立状態にあるといった感じでしょうかね。イーサの価格は現在2990ドル、BTC 建ては 0.0486 と、昨日の 0.0477 をつけてから反発してます。先物の方では OI が全体でプラス 0.8%、額として100億ドル台を維持してます。比率としては全体ではショートが 52.5%、バイナス目はロングが 79.9% と、こちらも下寄りになってます。香港の ETF も流出が続いてますし、米国の現物 ETF 承認も厳しくなる一方で、オンチェーンの方でもインフレかと、こちらもね、プラス要因がない状況となってます。BTC 建てでは反発するような形になってますが、ドル建てでは節目の3000ドルを割ってますね。よほどのことがない限り、次の2800の攻防に向かいそうですね。今後イーサの逆転があるのか注目です。あと、ここからその他の動向になりますね。昨日 FTX が債権者に対して118% の保証をする計画を出したのが話題になってましたけど、FTX 債権者グループの代表がこの保証計画に反対するよう促しています。代表のカブリ氏の主張ではですね、この保証計画では FTX はドルで還元しようとしてるけども、当初債権者が保持していた仮想通貨の現物の現在の市場価値を考えるともっと莫大な金額になってるはずだと、118% という数字に騙されてはいけないと主張してるんですね。その他 FTX 関連ではですね、ロックされたソラナのオークション、第3弾が始まってたり、この FTX の新たな保証計画が公開されてからですね、FTT などもまた上がってますけども、FTX 問題がね、最初どのように着地するのかも注目ですね。あとは日本のコインチェックがナスダックに上場申請しているという話題もグローバルで話題になっています。第2四半期から第3四半期を予定しているとのことですが、SEC などの承認が必要とのことで、まだ正式に決まったわけではないようですね。で、X の方ではですね、なぜ日本で上場しないんだとか、いろいろ議論がされてますけども、こちらも無事上場できるのか注目となっております。あと取引所関連ではビットメックスがオプション取引の開始を発表してますね。現在オプション市場はほぼデリビットの独占市場となってますけども、ビットメックスはシェアを取りに行きたいと意気込みを語ってます。ビットメックスは最近ですね、レバ250倍解禁が話題になりましたけど、オプション市場でもシェアを拡大できるのか注目ですね。あと、ここからアルト関連ですね。SEC vs リップルの続報になります。
これまでの動きではですね、SEC がリップルに対して約20億ドルの罰金を要請してたんですけども、それに対してリップル社はですね、罰金が発生したとしても、せいぜい1000万ドルくらいが妥当だろうと反論してました。で、今回それに対して SEC はですね、いや20億ドルの罰金を揺るがないと反論しています。で、SEC の弁護士はですね、暗号資産企業が著しく儲かる取り組みとして第5条に違反することを奨励していると、リップルの主張を批判してますね。XRP の価格は現在0.52ドル、BTC 建てはプラス1.3%、比較的強くなってます。時価差が7位ですね。ずっと SEC 問題で底を張ってますが、こちらも上抜けられるのか注目ですね。他ではカカオルトのタイルロック解除が迫っているのも話題になってます。今後2ヶ月で総額20億ドル相当がロック解除される予定となってますね。大きいところから見ると、スイが10億ドル相当、アバランチが3.3億ドル、アルトレイヤーが1.7億ドル、エプトスが9700万ドル、アビトラムが9400万ドル、スタークが7900万ドルと並んでます。ロック解除前後は毎回荒れてますけども、これらのアルトが格好を保てるのかも注目ですね。あとはモネロのピアツーピア取引所、ローカルモネロが閉鎖を発表しています。理由は明らかになってませんが、内的外的要因による閉鎖とのことで、近年の規制から閉鎖という見方が強いですね。最近匿名通貨の可能性という動画の中で流動性が保てればなんとかなるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、今回モネロが展開している取引所が閉鎖となっています。ただモネロは上がってるんですよね。現在133ドル、BTC 建てはプラス 5.2%、時価差が52ですね。長期では依然右肩下がりとなってますが、こちらも生き残れるのか注目ですね。あと NFT 界隈ではフィッシングで BAYC が3つ盗まれたのも話題になってますね。総額54イーサー、16万ドル相当とされてます。どこのフィッシングに引っかかって抜かれたのか明らかになってませんけども、被害者はフィッシングで失ったと主張しているようです。日本のとあるコミュニティではですね、所持していたはずの NFT が新しいコントラクトを発行したタイミングで所有権が勝手に他の人に移ってたなんて事件がありましたけど、この件はね、また物議を醸しそうなんで、メンバーシップで話そうかなと思います。今日このとこですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。